てってれー、博士です。今回あらすじとその魅力をイラストにてお話しするのは、アニメ、ゆるキャン、アフロ先生による漫画、ゆるキャンを原作とし、2025年5月現在3期まで放送されている大人気アニメです。ありがたいことに、現在 Amazon のプライムビデオにて全シーズン、全話配信中、イラストに3月と書いてあることからは、私の作業の遅さが伺えますね。可愛い女の子が魅力的なキララ系の漫画雑誌、漫画タイムキララフォワードから、コミックファズにて絶賛連載中であり、雑誌の特色に同じくチャーミングな女の子たちがいっぱい登場する今作、彩り豊かながらも皆子をつつけがたい可愛さをきらめかせる彼女たちが、ゆるーくのんびり、時にはキャッキャウフフとキャンプを楽しむ、そんな平和な日常系作品です。より一層雄大な自然に心を動かされ、キャラ同士の掛け合いにほのぼのとし、キャンプご飯に食欲をそそられるこのアニメ効果を、原作履修、未履修問わず存分に堪能してみてください。この動画は、みんながキャンプを始めるまでのあらすじと、各キャラクターのご紹介、魅力ポイントの3部構成です。ひたすらみんなでキャンプをしまくるという、特にネタバレも何もないような作品ですが、メンバーやキャンプ場所、ご飯などについてお話しするので、詳しい内容を知りたくない方は、ご自愛ください。あらすじ以降に改めて注意喚起をいたします。星がきらめく寒空の下、カラフルでおしゃれな防寒具に身を包んだ5人の女の子たちが、焚き火を囲んでマシュマロやらココアやらを楽しんでいる様子から、オープニングが始まります。仲間で集まり楽しげな場面からオープニングが終わると、ところ変わってまずは青髪ロングを頭上でお団子にした、なんとも特徴的な髪型の女の子、シマリンが一人でキャンプ地へ向かってチャリンコを漕いでいる場面へ。キャンプ道具を積みながら一人自転車を漕ぐその姿は、彼女のたくましさを思わせます。紅葉が綺麗な山をバックに湖沿いをチャリ漕ぐ彼女の道行く先に現れたのは、綺麗な湖畔のキャンプ場。管理人さん曰く、寒い中にもかかわらず、冬の時期になるとよく一人でやってくるそうな、眼前に広がる本栖湖とそれを囲むように広がる紅葉で彩られた山々、奥にそびえる富士山、そして時期ゆえの貸し切り状態に、リンは、シーズンオフ最高、と、早速キャンプの準備を始めます。テントに寝床、テーブルに座椅子など、手慣れた様子でパッパと設営していくリン。その後も、読書をしたり焚き火をしたりとソロキャンプを楽しむ彼女は、どうやらキャンプ上級者のようです。そんなこんなで日が暮れて、辺りはすっかり暗くなりました。ちょっとお手洗いに、とテントを離れようお江戸アを開いたすぐ先でリンを待ち構えていたのは、なぜか大号泣しながらどこまでも追いかけてくる一人の女の子、名を鏡原なでしこと言います。リンがテントでゆっくり話を聞いてみれば、今日越してきたばかりであり、勢い余って富士山を見に来たはいいものの、昼寝をしていて寝過ごした上にスマホも持っておらず家族の誰の電話番号もわからないそうな。この暗い中を一人で帰るのも怖いというなでしこに、リンはひとまずカップ麺をご馳走してやります。満天の星に寒空の下の焚き火、そして熱々のカップ麺、そこにダメ押しだとでも言うかのような、月明かりに照らされた大きく美しい富士山がそこにはありました。そんなこんなしているうちに姉の電話番号を思い出し、無事にお迎えが来たなでしこ。自分の電話番号を書いたメモをリンに渡してまた一緒にキャンプをしようと言い残し、別れを告げました。すっかりキャンプに心惹かれたなでしこは、転校先の高校で野外活動サークル、通称のクルに入ります。学友とののんびりキャンプライフにめくるめく思いを馳せながら戸を叩いたなでしこでしたが、その実態は2人のメンバーと校庭の落ち葉で焚き火をする日々。唯一持っているテントは980円とな。肩を落とすなでしこを見て、せっかくの部員を逃してなるものかと2人のメンバー、大垣千秋と犬山葵は、980円でもテントはテント。校庭で設営しようとなでしこのテンションを上げさせます。しかしやはり980円の値段が響いてか、3人が手慣れていないこともありうまく設営ができず、ついには支えであるポールを折ってしまいます。どうしたもんかとあわあわしている3人を横目に、すぐそばの図書室から、なでしこは同じ高校だったのか、と眺めていたのが、あのソロキャンパーリン。ポールが折れた時の対処法を知りつつも、比較的物静かなリンは、大して親しいわけでもなくワイワイと賑やかな3人に話しかけに行く気になりません。一方で、コミュ力が高く物おじしないリンの友人、斉藤恵那は、リンの代わりに助けに行きます。無事テントが完成しはしゃぐなでしこは、その流れでリンが同じ高校であると気づきさらにテンション上げ上げに、こうしてつながりができた5人が、それぞれどんなキャンパーライフを過ごしていくのか、というお話です。ここからは、ネタバレありでキャラ紹介や魅力をお話しさせていただきます。まだ見たことがない方は、
ぜひ視聴してからこの動画に戻ってきてくださると嬉しいです。それではここで各キャラクターのご紹介をさせていただきましょう。トップバッターはソロキャンパー、シマリン。淡々としており心の声が多めな彼女は、おじいちゃんからキャンプ道具を譲り受けたことをきっかけに、中学1年生の冬からソロキャンを始めたという猛者。原付に乗って静岡にも長野にも単身弾丸キャンプに行くという、小さい文学少女な学生姿からは想像つかないたくましさがとても魅力的です。ママもパパもおじいちゃんもバイク乗りだったようなので、血統を感じますね。松ぼっくりが着火剤になることや着替えを枕代わりにすると荷物を減らせるといった実践的な知識を教示するなど、さすがのキャンプ歴を見せてくれます。その一方でキャンプ飯街道はまだ駆け出しで、最初はカップ麺で済ますところからのスタート。そこからコッケル一つでできるパスタやなでしことの焼肉、肉まんホットサンドやおしゃれお菓子のスモアなど、バリエーションに富んだキャンプ飯を食べるようになっていく様子には、こちらもワクワクさせられます。なでしこには少々過保護な面を見せ、彼女がソロキャンに挑戦すると言い出した時には、注意点やおすすめの場所などソロキャンの勧めを伝授するにとどまらず、心配して様子を伺いにバイクを走らせたりするほど、また、りんちゃん、しまりん、しまさん、などなど呼ばれ方にバリエーションがあり、その分だけ登場人物それぞれと多様な距離感の関係性を築いています。そんな自分なりの対人距離をしっかり持ったりんの、それぞれとの距離感の開き具合と縮み方は注目ポイントです。個人的には名字呼びから下の名前呼びに変わった、あのことの友情の変遷が胸熱でした。続きましては天真爛漫、元気 100% がある、鏡原、なでしこ。寒空の下道の端のベンチで寝ていたり、キャンプ中の凛の元へ鍋の道具と具材を一式持って押しかけたりと、ギリギリお茶目の範囲に収まるびっくり行動が見られます。そんな落ち着きのなさもありますが、感情豊かでとっても素直、感謝の心、嬉しいという気持ち、美味しいという感動、キラキラとした好奇心、もちろんしょんぼりと肩を落とす様子もちょうどストレート。その素直さ、物おじのしなさと人懐っこさで、引っ越し早々一人二人、三人と次々に友達を作っていきます。まっすぐに気持ちを表現してくれるなでしこに、家族も友達もみんなが引っ張られる様子を見ていると、陰キャラな私には、この子といればキラキラとした世界に連れて行ってもらえるという飯屋さを感じました。加えて、とっても美味しそうにしかもたくさん食べる様子は最高に愛らしく、お料理も上手ときたらこれはもう嫁に迎えるしかないのではないでしょうか。個人的な趣味ですが、笑顔でめちゃくちゃ食べる女の子、最高だと思いませんか？また高校生という時期にふさわしく、著しい成長も見せてくれるのがこの少女なでしこ。その自慢の感受性と行動力から凛の影響を受けキャンプを始め、お姉ちゃん反動班で車中泊をし、残るメンバーのみで電車やバスを乗り継いできたキャンプではご飯当番を担当し、みんなでのキャンプに慣れてきたところでソロキャンプに挑戦するなどなど、次はどんななでしこが見られるのか、子供の成長を楽しみにする親の気持ちを味わえます。さて、ノクルはこの子なしでは語れません。ムードメーカーな部長、大垣千秋、細身でロングのツインテール&オン眉、そしてメガネっ子という、萌え要素全開の見た目とはギャップのあるハイテンションさで、彼女の周りはいつでも賑やかです。ボケ、ツッコミの両刀使いである千秋は、いるだけでその場が賑やかになるコメディアン。親友の青い、人懐っこいなでしこ、そつなくコミュニケーションを取るエナたちとはもちろん、なでしこの家族一同や苦手意識を持たれている凛とも親しくなるほど、高いコミュニケーション能力を誇ります。また行動力も素晴らしく、幼い頃に経験したキャンプの楽しさやワクワクさに思いを馳せ、親友、葵とも一緒に経験したいと、新入生ながらにのクルを設立しました。なでしこという新メンバーを加えて葵と3人のキャンプでは、場所、移動手段、道中で寄る温泉など、企画、計画力を発揮し、しかもキャンプ場へ一人下見に行くほどの責任感を見せてくれる、素晴らしすぎる部長力。また、ノクルを設立したはいいものの、道具を揃えるハードルの高さからなかなかキャンプに行けず、校庭で焚き火をしながらコーヒーをたしなむことくらいしかできなかった期間はおよそ半年。その間に葵と培ったキャンプ雑誌などからの知識は割と豊富で、それらが実際にキャンプをするようになってから生きてくるのが、あの半年も無駄ではなかったと思わせてくれる隠れたエモーショナルポイントですよね。そしてノクルの設立メンバー、のんびり癒し系の犬山、葵、刃に帽子をも突き抜ける太眉、ふわふわのくせ毛、グラマラスなボディに制服姿はニーハイソックス、関西弁でのんびり話す様子は、彼女のほんわかした雰囲気と相まって、見ているだけでも癒されます。
もはやアルバイト先がスーパーであることさえも萌え要素たり得ますね。全員集合キャンプでは牛すき鍋からトマトすき焼きへの変身、そして締めのトマトチーズパスタへと3段進化ご飯を披露するという家庭的な面を見てしまったらもう求婚せずにはいられません。試験前に勉強をサボる千秋を諌めたり、ご飯前にがっつり食事をしようとするなでしこと千秋に待ったをかけたりなど、個性豊かなキャンプメンバーの中でバランサーを務める比較的まともなキャラクター。特に千秋の度重なる無茶ぶりに振り回されながらも付き合ってくれる面倒見の良さもまたままみがあります。しかしたびたび大ホラを吹きボケに回るその様はとってもチャーミングで、嘘やデートの言葉とともにわざとらしく明後日の方角へ目線を飛ばすすっとボケ顔は癖になる可愛さ。疑うことを知らないなでしことの相性は、ツッコミ役がいないと収集がつかないくらいに良すぎます。私もぜひ翻弄されたい。また、千秋に、ちび犬子、と称されるほど葵にそっくりな妹、茜のみならず、家族揃ってホラ吹き一族であったことには、そうきたか、と笑ってしまいました。そしてノクルではないもののメンバーと親しく、よく一緒にキャンプをする仲間、斉藤恵那、黒髪ショートでマイペースな女の子、少し大人っぽい雰囲気があります。もともと凛と仲が良く、たびたび見られるあのロングヘアをアレンジする様子はとても仲睦まじく見えますね。かと思いきや、ボケにツッコミにとハイテンション気味なノクルメンバーともすんなり馴染んでおり、時に大胆なことをする彼女の対人関係におけるバランス感覚の良さと対応力の秀逸さを感じます。イズキャンにてエビを買ってもらうためにあらかじめ先生に根回しをしていたり、アクシデントにより改めてキャンプ場を探すときに地元のキャンパーさんに聞いてみようと提案したときには、その頭の回転力にさすがだ、とうなり声を上げてしまいました。またリンとのメッセージではよく斎藤劇場を講演したり、バイト先を秘密にしてみるなど、ひょうひょうとしたギャグセンスも兼ね備えており、恵那特有の空気感がまた癖になる彼女の魅力、そしてキャンプ道具の揃え方や、恵那宅での庭キャンプの際の様子など、ところどころで感じる経済力や家庭のワンランク上感は、時に切ない現実を突きつけてきます。ところで、ワンちゃんのチクは、とっても可愛いですよね。あのふわふわ感、人懐こさ、キャンプグッズとの相性はバッチリすぎて、特にシュラフにいる様には思わず変な声が出てしまうほどでした。さて、私が最も尊敬するキャラクターそれはノクルの顧問、鳥羽先生。グラマラスボディに、黒髪ロング&太眉メガネ。しかも高校の先生というだけで素敵ポイント詰め詰めなのに、3度の飯よりお酒大好きなのんべいキャラという、みんな大好きハッピーセットな女性です。基本的には真面目でしっかりした性格が見られ、校庭で焚き火をしているところへ注意をしに行ったことが、ノクルメンバーとの出会い。千秋、葵、恵那が山中湖キャンプで極寒に困りしかも連絡が取れなくなった時には、わざわざ車を飛ばして様子を見に行き、冬キャンの危なさを改めて諭すという姿に、先生を感じました。その他にも、クリスマスに1泊で引率したと思いきや正月にも出動し、3月初めの伊豆キャンでは2泊3日、お花見キャンプでは車の運転のみならず趣向に凝った焼肉の準備までしてくれる120点満点以上ぶり。あげればキリがないほど先生力の高いエピソードを持っているそんな鳥羽先生だからこそ、瞬きをした次の瞬間にはもうヘベレケになっている様子が、さらに可愛らしく映りますよね。また、凛となでしこと出会った時のように、妹と共にそこそこキャンプの経験値があるようで、冬キャンの心得はもちろん、ノクルでアルコールストーブを作った際にも解説をしてくれました。最初はプライベートな時間がなくなることを懸念して顧問になることを渋っていましたが、今となっては通常以上に自分の時間を使っている上に、キャンプを通して生徒たちの成長が見られることが嬉しい。なんて感動的なセリフまで、これで教師1年目ですよ。信じられますか？私が元須高校の先生になったら、副顧問として共に引率し、ノクルメンバーやり、恵那、あかりたちの成長を一緒に見守りたい所存です。尺の都合上ご紹介できませんが、他にもなでしこの姉、面倒見の良すぎるクール系女子桜や、なでしこの幼馴染でゆるい雰囲気が癖になる綾乃、CV 大塚明夫さんが最高すぎる凛のおじいちゃんなど、魅力的なキャラクターがいっぱいです。ぜひ、あなたの推しキャラを見つけてみてください。そして、コメントにて教えてくれると嬉しいです。アニメ、ゆるキャンは、キャラクターたちだけではなく、その他にも多くの魅力要素があります。その一つがキャンプの実用的な豆知識、焚き火一つとっても、その手順はもちろん、キャンプ場で調達しやすい着火剤たちや必要なものを集める際の注意点、薪割りの方法や風の送り方などが、実際に火起こしするアニメーションとともに語られるので、とても参考になります。
そしてテントや寝袋、椅子などの解説は学生である彼女たちの視点で語られるので、性能とお値段、両方の観点から分かりやすく述べられています。あまり費用をかけずにキャンプを始めてみたいという人にはとてもありがたいですね。自分だったらどんな道具を揃えようと考えるとワクワクが止まりません。また、知っておかないと危ない系の必須知識も紹介してくれています。寒い中では電子機器類のバッテリーの減りが早いことや、標高の高さで寒さがぐんと変わること、テントや焚き木など必要な準備は時間に余裕を持って済ませておくことなど、キャラクターたちが実際にキャンプをしながら困難にぶち当たる様子から注意点が描写されるので、疑似体験しながら理解しやすい構成で私たち視聴者に伝えてくれるのです。特にソロキャンのすすめは、初ソロキャンに挑むなでしこ二輪が教えてくれるという流れなので、なでしこと一緒にソロキャンデビューするつもりで注意点や手順を学ぶことができます。キャンプ飯系の豆知識でこれはいいこと聞いた、となったのは、標高と水の沸騰温度の関係から、パスタは細めの方が良いこと、油の処理は大変なため、オイル系の料理は、なるべく油を活用できる第二形態を考えておくこと、野菜は家で下ごしらえしていくか、スーパーでそのまま使える具材セットなどがおすすめであること、そして野菜をホイル焼きにする時の各野菜ずつの焼き時間について、試したくなるキャンプ飯が多い中で、これらのような留意点も教えてくれるのは、素晴らしい親切構成ですね。そしてキャンプ飯といえば、このアニメの魅力の柱と言っても過言ではないでしょう。お湯を注ぐだけのカップ麺から始まる飯テロですが、お鍋にパスタにカレーなど、回が進むごとに様々な手作り料理が登場していきます。その中でも個人的なトップ3をご紹介させてください。まずはリンとなでしこがしびれ粉で焼いた豚串。炭火グリルは場所ごとに炭の量で火力を調整しましょう。という役に立ちすぎる解説をしてくれながら、お鍋や輝く白米、お隣キャンパーさんからお裾分けしてもらったジャンバラヤをつつきつつ食べる豚串は、豊富な品数も相まって、見ているだけで幸福感アゲアゲでした。お次はみんな大集合イズキャンの具沢山アヒージョからの、金目鯛のアクアパッツァパスタ。熱したオリーブオイルに野菜もお肉も海鮮もふんだんに詰め込み、さらにゴロゴロと辺で入ったホクホクニンニクが、油でテカテカと光る具材たちはまさに宝石のようで、私もみんなの輪に混ざって、アヒー、と叫びたくなりました。そして具材の旨味がしっかり染み込んだオリーブオイルを再活用し、トマトやバジルなどを加え、ドドンと伊豆の特産、金目鯛を贅沢に使ったアクアパッツァパスタを見たら最後、この絶対うまいやつのせいで溢れんばかりの私のよだれ、鶏はリンとなでしこ、綾野で楽しんだ素敵朝ごはん、かなって、スライスしたバケットを少し焼き、クリームチーズを塗ってその上に生ハムを乗せ、さらにオリーブオイルを垂らすというなんとも罪深い一品。個人的にはこれが一番好みですね。ここでお話しした3つ4つのキャンプ飯の他にも、まだまだ美味しそうなご飯がたくさん登場します。引用させていただいている通り、材料から手順まで丁寧にレシピを教えてくれるのがこのアニメ。再現性の高さと綺麗で美味しそうな絵面には、何度もリピートしてみたくなる魅力があります。食事をとりながら映像を見るのが OK 派なあなたは、ぜひご飯を食べながらアニメ、ゆるキャンを楽しんでみてください。さて、キャンプの醍醐味に多くの人が思い浮かべるのは、壮大な自然ではないでしょうか。リンとなでしこが出会った元栖湖の素晴らしさは前述した通り、他にも、お互いが写真を送り合った夜景の自然と人工物が織りなす光のマリアージュ、紅葉に囲まれた小さな名所しびれ湖、のんびりできる岬がある山中湖、数々のジオスポットを巡りながら様々な景色を楽しめる伊豆キャンプ、咲き乱れる桜を見ながらのお花見キャンプなどなど、どこでキャンプをしてもマイナスイオンと癒しのオーラを存分に受け取れます。実際にキャンプに行く際の参考にもなるので、より世界観に入り込みやすいですよね。どなたか、一緒に聖地巡りキャンプしませんか？そして可愛い女の子たちのわちゃわちゃ具合。これは本作最大の魅力と言っても過言ではないでしょう。バランスよく揃った心身ともに個性的なメンバーたち、なでしことりんの夫婦間、千秋と葵やりんとえなのお互いのこの分かってます的な様子、りんと千秋のじりじりと仲良くなっていくあの感じなどなど、あげればキリがない様々な組み合わせで見ることができる、それぞれのキャッキャ夫婦加減、メッセージのやり取りからもその仲の良さが存分に見られ、良い年して、頼む混ぜてくれ、と思いながら見てしまいます。そして時には鳥羽先生や桜のように保護者的な目線で彼女たちの成長に感動するなど、グルメ面やキャンプ面などと合わせて、多角的な視点から物語を楽しめます。あなたはどのような面から、アニメ、ゆるキャンを楽しみますか？よかったらコメントで教えてくださいね。ということで、
最後までご視聴ありがとうございました。コロナ禍でのキャンプブームと同時にフィーバーした印象があるゆるキャンですが、コロナが落ち着いたと言われている現在でもなお、ストレスフルな現代社会において癒し効果のある作品です。実写ドラマ化もしており、漫画、アニメと合わせて様々な媒体から楽しみ尽くせます。食べ物が好きな方、キャンプが好きな方、自然が好きな方、バイクが好きな方、そして女の子のキャッキャウフフが好きな方、この守備範囲が広すぎるアニメ、ぜひ見てみてください。2025年5月現在、プライムビデオで見れるうちにぜひ、この動画があなたのゆるキャン好きに貢献できたら幸いです。またこのチャンネルでは、漫画、小説、アニメ、ドラマ、映画、歴史、などなど、私が素敵だな、面白いなと思ったコンテンツをイラストにてご紹介させていただいております。少しでも興味を持っていただけたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。